はい、皆さんこんにちは、阿部でございます。本日はですね、女満別空港の方に来ております。2月なんでね、寒いかなと思ったら、なんと今日は 2.9 度、3度もあるというところでね、昨日まで寒かったんですよ。ちゃんとめちゃめちゃ寒かった、昨日まで。なんか今日から暖かくて、ね、土日月と暖かい東北海道となっております。今日なんで女満別空港に来てるかというと、本日はですね、以前、弊社のサイトの方で旅広場の方でね募集させていただいたモニターツアーをね今日はね、実施していきたいというところで、実際に、東京から今日は2名お二方ね、来ていただいて、私がアテンドして、網走をこうオホーツクをねこう観光して回っていこうというようなことになっております。本日のこの企画なんですけども、 JAL さん、日本航空さんと連携してですね、実施している、モニターツアーとなっております。本日はオーロラ流氷観光船に乗って、その後ウトロ行くと。で明日はウトロで流氷ウォークを実施して、こちらの方に戻ってきて、網走観光でその辺ぐるぐる回ると。で次の日に、流氷館行って、で、北方民族博物館かなで行って、最後女満別空港に帰るというような工程を公共交通機関を使ってね、本日も回っていきたいなというふうに思っております。この動画出るのがね、多分今シーズンの最後の方になるのかなというふうに思うんですけども、できればね、来シーズンもね、使えるような工程となっておりますので、その辺ね、アップデートして皆様方に検索して見ていただけたらなというふうに思っております。じゃあ早速、女満別空港の方、中の方に行ってみましょう。いや、A3 で持ってこうと思ったんだけどさ、A3 うちプリンターなかった。こんにちは、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。全く寒くないですよ。よいしょ。女満別空港から、バスでね、出発して、で結構ねタイトな時間になってます。で15時半の今オーロラ、流氷観光船オーロラの方に今乗りました。で、こちらの方が今動いて、で流氷の方に向かっていってるというようなことになるんですが、流氷あんのかな今日ね。なんか今日結構あったかいんで流氷ちょっとないかもしれないですけど、ちょっとねどんどん走って行ってみたいというふうに思ってます。1回2回3回というような感じで分かれてるのかな。で一番上の方はもう完全に見晴らしのいい感じで、ずらっともう360度全部見えるようになってます。で今私たちがいるのはこちら一番下のところなんですけど、ここ何がいいのかって、ここね流氷があった時にはすごい近くで流氷を見ることできるんですよね。見たらね流氷ももうすぐそこにあるんで、迫力のものが見えるかなと思います。お、来た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 。あー、流氷。これはすごいね。よかった。流氷ってよかったね。左手前方、流氷の上に大橋が止まっております。船の方が今もう網走のね港の方に戻っております。でこの船なんですけど、16時30分に、ね、船の方到着となっており、なんと時間がすごいタイトで、次の時間が16時42分のバスで降りたところで、今度バスに乗ってウトロの方に向かっていくと、オーロラに乗った後にウトロの温泉の方に行けるというような工程になってますのでね、ちょっと忙しいですけど、これで、行ってみたいと思います。前後してしまいましたけども、今回、モニターでね参加されます2名様となってます。優子さんと正也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。冬の北海道は何回目ですか？東の方は初めてです。初めて。2回目ぐらいですね。2回目ですか？
なるほど。もっと先にご紹介したかったんですけど、時間がタイトだったんでね、で今のこの紹介となってしまいました。どうでした？流氷見てみて。初？人生初です。迫力がびっくりしました。結構近くでね、すごい近くでね見れましたし、この辺り。そうですよね。一番初めの方は上で見てね、で流氷近くに来たら下の方で見てっていうようなことができればいいんですけど、まあでも今日はね本当流氷あってよかった。はい、よかったと思います。今こちら流氷見終わって16時42分のバスでウトロの方に向かっていきたいというふうに思います。ちょっとね寒い時にね体感してほしかったですよね。そう、風が一番いいですよね。一気に変わるのが2日間だけあったかいというすごいショック。今回は楽しんでいきましょう。じゃあよろしくお願いします。ここが着です。おはようございます。2日目ということで、ホテルどうでした？とても素晴らしいです。よかったですね。今日の工程はこのねウトロで流ウォークの方実施したいというふうに思ってます。昨日はね観光船でねこうガリガリやってもらって、で今日は流氷の上でやるところで、いや気温もねそこまで下がってないんで、体力削られることなく今日はね楽しく実施できるかなというふうに思ってますので、何事もなく元気に行ってみたいと思いますので、今日も一日よろしくお願いします。やばい、足がつりそう。すごいいっぱいいる。ガンガン行ってください。全然か。気持ちいいですよね。いい感じだと思います。もっとね、こう固まった方が。落ちちゃう落ちちゃう、ちょっと待ってよ。これビデオどれだ。うわ、早い早い早い。1、2、3。はい、こちらで終了となります。約1時間、ね、1時間流氷の上で楽しませてもらいましたけど、いかがでしたか？満喫できます。確かに。寒さ全く感じることなく、いい運動だ。楽しすぎました。めっちゃ2人はしゃぎましたもんね。流氷ウォークめちゃくちゃ楽しんで来てください。ありがとうございました。ありがとうございます。大丈夫です。合ってます。バスで今度は網走の方に、ね、向かって、行きます。流氷ウォーク午前中やって、うちの駅とかねその辺近辺で昼食食べて、で12時31分のバスって結構時間的にはねちょうどいいよね。意外とゆっくりできました。そうですよね、はい、この時間をねチョイスされる方が一番いいのかなというふうに思ってました。12時31分に乗って14時14分に網走のバスターミナルで着くというような工程になってます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今バス乗って到着しました。ウトロからだいたい1時間40分ぐらいかな。こうバスに乗ってゆっくりと。でこちら網走バスのバスターミナルの方に来てます。でこちらで、施設巡り号というのに乗って網走を観光するというようなことなんですけども、実はですねお得な切符がありまして、こちらね網走フリーパス、こちらを購入しておくと、2日券あるんで、今日と明日乗り放題というような感じでいろいろとなってます。こういった感じでパンフレットもらえたり、後ろには、こういったところで特典ありますよっていうようなところもあったりと、こちら使った方がねお安くいけるのかなというふうに思っておりますので、こちらの方で購入して今回は回っていきたいというふうに思います。
はい、網走監獄の方に到着しました。いや、あれですね。雪降ってきましたね。はい、やっと北海道っぽくなってきて、時間がね、やっぱりすごい限られてるんですよね、網走監獄のところがね。で、パンフレット、こちらの方のじっくりコースが120分、早回りコースが60分となっております。で、今回はここで90分の時間なんで、ちょっとゆっくり早回りコースを見ていただけたらちょうどいいのかなというふうに思いますんで、こっちの方でね、進んでいけたらなと。コースはとても過酷だった。ここがめちゃめちゃすごいところなんですけど。本当今のやつはもうほぼこれ。重要文化財。先ほど。いいですか。はい。本当にいいですか。なんか。ここから見える。見えますよ。ああ、そうなんです。見えないでしょ、分かんないでしょ、なかなか。約90分、ぐるっと回ってきましたけども、いや、どうでした。見応えがありましたけど、でももっともっとゆっくり見たかったです。確かにね。60分コースとはいえ、気がついたらもう90分ぐらい。120分コースもあるんですけど、そっちは結構見れなかったんで。一応私のおすすめの時間は所要は3時間。でもゆっくり見ていただけたらなと。はい、じゃあ到着したんでね、道民に向かって歩いていきましょう。おはようございます。今日は3日目となっております。今日の工程はオホーツク流氷館1月20日にリニューアルオープンしたばかりの施設と、あと北方民族博物館、午前中その2つ行って、その終わった後は女満別空港行ってで戻られるというような工程になってますので、今日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。網走バスターミナルの方に来ております。ホテルからだと大体5分ぐらいのところなんで、もう全然歩いて来れるような距離になってます。今日はこちらの方でまた施設巡りバスというのをね使って観光していきたいと思ってます。これね、昨日買ったこちらの方なんですけど、これを使っていきます。9時34分のバスターミナル出発で、一旦流氷館の方に行きます。流氷館が9時50分到着で、その次が流氷館出発が11時5分で、北方民族博物館に11時7分に着いて、でそこで大体1時間ぐらいやって12時17分の北方民族博物館でまたこちらの方に戻ってくると。戻ってきた時間が12時36分というようなことになってるんで、大体3時間ぐらいかな、これでね、回るよというようなことになってます。いや、そう考えると楽だよね、これね。はい、なので一回一回生産することなくね、乗れるっていうようなところも含めるんだったらいいのかなというふうに思ってます。はい、流氷館の方に到着になりました。で、こちらが、流氷館入ってすぐ右手のところなんですけど、流氷に乗ってる風な写真が撮ることができる、ところとなってます。リニューアルされているのがここと、あと中の下の方もリニューアルされているんで、今からこちらの方に行きたいと思います。これが流氷の下に潜ったような。ハイチュエートになってくれます。マイナス15度を体感できる施設が。縛れ。でかいでしょ、外の流氷って全然違うでしょ。厚さが違う。でも実際がこれなんですよ、流氷って。いいですか。はい、じゃあここで回します。せーの。お、いいですね。こちらで新設展示のディスカバリーライフの映像ですね。海の中の世界をどうぞご堪能ください。そうなんですよ。初めて見ました。衝撃で種がここにあるからいいです。Right there, the port that we left from is right there. Yeah, right there. So we went out. 全部リーフです。はい。この1日で全部動いちゃう。そうです。
乾杯。おお、塩なんだ。これがまた合うんです。すごく美味しいのこれ。流氷感ね、いかがでした？こんな本当条件が重なって、奇跡的にできてるっていうのも分かりました。はいはいはい。まあ実際昨日とかね流氷乗ったりとかしたので、まあその後見れたんで非常にまあ実感できたかなと思います。そうですよね。北東に向く特別展示です。整理券お取りください。施設巡り号でね、2分ぐらいかな。ね、すごい近いところにあるオホーツク流氷館からね、でこちらの北方民族博物館の方に到着となってます。ここ初めてですか？初めてです。初めてですね。いや、めちゃめちゃ面白いですから、ぜひ見てってください。あれが北方です。こういうの見てなんか確かに。1時間ちょっとしかなかったんですけど、いかがでしたか、横さん。寒い地域で暮らす人間の知恵が伝わってて感動しギュました。ッとね。はい。じゃあ今度はこのままバスターミナルの方に戻っていきたいと思います。12時17分で乗ってきますから。はい、はい、行きましょう。こちらから、12時50分の女満別空港行きに乗って今、13時25分のね着の方で行きたいと思います。はい、ゆうこさんともまさやさん15時出発なんですけど、まあ、ちょっと早めに行ってね向こうで食事でもしながらというふうに思ってるんで、まあ、この時間今回はチョイスさせていただきました。でこれも先ほどのこのパスでね乗ることできるんで、なのでまあ結構お買い得なものとなってます。お疲れ様でございました。女満別空港到着というところになってます。ただいまの時刻が1時半なんで、まあそうですね、もうほぼ丸々まあ3日間ぐらいこうね遊んできたのかなというような感じですね。2泊3日。なんか本当にあっという間の2泊3日だったような自分は気がしますけど、いかがでした？いやー、もうすごい充実した素晴らしい旅でした。ありがとうございます。自然も満喫できて、歴史や文化を学ぶことができて、非常に有意義でした。ありがとうございます。そうです、3日間本当にあっという間でした。まあ天気にも本当恵まれて、そんなね時間もなんか待ったりとか、そんなにせかせかした感じもなくて、本当にちょうどいい配分で、本当にまんべんなく回れて、いやバスもね結構回りたいところに集中してて、行きたいところには全部行けて、特に網走なんてコンパクトにこうまとまってるんで、なんかねかなり効率よく回れて、施設巡り号というバスが、ちょうどよく使えるのかなというふうには思ってました。冬の観光でもまあレンタカーなしで、まあちゃんとねぐるっとこう周遊、この辺は周遊できるよっていうようなところはこの動画を通して皆様方に伝わればいいかなというふうには思っております。いや本当にありがとうございました。ありがとうございました。5歳とお別れというようなところをしてね、改めてまたこちらの方でね今撮ってるんですけども、心残りなのは寒さを体験していただけなかった今回、結局どれくらいの交通費と体験だったのかっていうところを、皆様方に今これからねお伝えしようというふうに思っております。1日目女満別空港から、道の駅かなまでのバス代が1000円で、道の駅のバスターミナルからウトロの温泉までが2600円で、次の日ウトロの道の駅からまたこれがバスターミナルがまた2600円で、最後買ったフリーバスが2000円合計が8200円となってます。レンタカー借りるより全然安いのかな。多分2人までだとこっちの方が多分安いというようなものになってます。で体験については観光船の流氷観光船が4000円で、流氷 U ウォークにつきましてはこちらが6000円で、網走観光が1500円で、流氷観光が750円、北方民族博物館が550円の合計12800円となっておるというようなところですね。なのでこう全部合わせると21000円、これに宿泊とかね昼食とか夕食というのはその他もろもろ皆様方のペースがかかってくるというような思いますので、大体こんな感じかなというようなところで、意外に交通費安かった。ご夫妻も話しましたけど全然普通にねゆっくり見て回れるんで、よかったかな。ただ本当に1日目だけ1日目だけねあれだけはちょっとせかせかしてたかなっていうところあったので、
ではぜひね、こちらの動画の方をね来シーズン以降参考にしていただけたらすごいいいのかなというふうには思っています。まあよかったなっていうところが全てです。無事にね、モニターツアーというところでアテンドできたというところが、本当に今回良かったかなというふうに思っております。はい、ではこんなところで、今回の動画は以上となっております。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。